どうもこんにちは。今日は登山靴を買いましたので紹介したいと思います。以前僕らの革靴の動画で、僕は登山靴として使っていましたかなっていうので、このダナーライト、この靴を紹介したと思います。ものすごくボロボロになっちゃってるんですけど、これがこう登山靴らしさと気に入って履いてるんですが、結構ソールもオールソールのタイミングっていうのもあって、自分で登山靴を作って新しく履きたいなっていう思いがあるっていうのを話しました。で結局ちょっとやっぱりね、まだなかなか登山靴作れなくて、ただ登山靴はちょっと新しくしたかったので買いました。新しくといってもこれ結構古いやつなので中古品です。中古品のいつぐらいのなんだろうな、ちょっといつかとか全然わかんないんですけど、少し古めのやつです。匂いも古い匂いがします。で作りも質実剛健、昔ながらの登山靴ですね。でめちゃくちゃごついので結構重いと思うんですよね。なのでその重さちょっと測ったりとかねしてみたいと思います。ハイテク系の登山靴もありますんで、いろいろ見ていきます。まず改めてこれ登山靴として使ってたんですけど、一応登山靴なのかな、トレッキングブーツ、機能的にもゴアテックスになっているものなので、そういったアウトドアに使うようですね。ガチの登山をこれでどれぐらいする人がいるのかちょっと分かんないんですけど、全然行けました。実際これでいろんな山登りましたけど、奥穂高岳、前穂高岳、北穂高岳の縦走3日間とかねやってたんで、そういった結構ヘビーな登山にも耐えられる靴です。で今全然ケアしてないんでこんなボロボロになっちゃってますけど、これしっかり洗ってオイルを入れるとまだまだ全然使えます。結構ソールが角が取れてきちゃって、これユーグラムの登山靴用のソールついてるんですけど、角取れてきちゃって、こうやると岩とかに引っかかりづらくなって滑る原因になるので、交換タイミングなんですね。で交換すればいいんですけど、この登山靴、このダナーライトに一つ不満というか、もうここがなってこの履き始めから思ってたポイントが一つじゃないな、2つありまして、まず一つは丈が短いことですね。アンクル丈みたいな感じなんですよ。くるぶしこの辺なんですよね。なので足首のホールド性が少ないんですよ。結構岩山とか登って足首とぐにゃぐにゃするんですよね。それを靴は全然サポートしてくれなくて、なのでこの靴を履くときは、足首の履くタイプのサポーターみたいなやつをつけて足首を少し保持してやって履いてました。でもう少し登山靴なら高さが欲しいなっていうのはこれ履き始めた最初の頃に思いました。それと締まりにくいんですよね。この紐のせいもあるのかもしれないし、作りのせいなのかちょっと分かんないんですけど、紐がこの金具に交差して通ってるんですか、この状態からあんまり変わらないんですよ。足を入れて結構グッと締められるのはこの最後のフック、この2個なんですよね。だからといって全然緩いとかじゃないんですけど、気持ち的にもうちょっとグッと締めたいな、多分紐のせいですね紐変えればよかったんですけど、もともとこの紐ついてたのでこれずっと使ってて締まりにくいなっていうのは思ってました。でも確かに実際多分締まりにくいとは思います。ここでタンがかぶさるような感じになってるんですけど、防水性を高めるためにここが折り返されたような感じになってて、ここがもう金具に当たりそうなので、だから締まりにくいっていうのは実際あるとは思うんですけど、あそこがグッと締められる感じがしないっていう、緩いわけじゃないんだけどもっと締めたいなっていう気持ちがあった。オールソールのタイミングでもあるし、そういうのもあったので新しい登山靴を試してみようということで今回買ったのがこれです。ごっついですね。比べてみると、横並びで比べるとこんな感じ。この足首の高さが全然違いますね。ソールも分厚いですね。この靴、ブランド名は僕全然知らなかったんですけど、ハンワックっていう
かな、ここに書いてあるんですけど、半枠インソールにも一応書いてあります。メイドインジャーマニーって書いてありますね。ドイツ製の登山靴、ものはいつ頃のかは分かんないんですけど、革的にもこのソール的にもまだまだ全然使えそうだなっていうことで中古で見つけて買いました。1万円でした。で実際ネットで買ったんで試着とかしないんで、この締め心地とかサイズ感とかこの足に合うかどうかとか全然分かんなかったんですけど、届いてちょっと試し履きしたところいけそうだったので、この夏はこれで山登ってみようかなと思ってます。いろいろ細かいところ見ていくと、ソールですね。ソールはノルベジェーゼ製法になってます。見えづらいんですけど、この部分に糸がちょっと見えると思うんですよ。これがピッチがね9ミリぐらいのピッチで、このノルウェージャンのすくい縫いとこの出し縫いが見えてますね。1本ずつですね。でノルウェージャンのすくい縫いって機械でできるのかどうかちょっと僕知らないんですけど、機械でやってるのか手でやってるのか分かんないですけど、ノルウェージャン製法になってますね。だからノルウェージャン製法、ノルベジェーゼ製法の本来の役割っていうのはやっぱりこういう登山靴とかスキー靴とか、そういった堅牢性防水性が求められるような靴ですよね。昔ながらの伝統的な製法で作られた登山靴っていうことですよね。でソールがトリプルソールになってます。この一番上の層がこれがアッパーですね。このアッパーが折り返されているのが一番上にあって、その次にミッドソール、結構厚めのミッドソールですね。5ミリ近くあるようなミッドソールで、下にもうちょっと薄めのミッドソールですね。3ミリぐらいのミッドソールに最後10ミリぐらいの登山靴用のソールがついてる感じです。おそらく縫ってあるのはこのミッドソール2枚分じゃないかなと思いますね。多分この1枚目のミッドソールが革で2枚目のミッドソールがゴムだと思います。おそらく厚みを出してしっかり堅牢なものにするっていうためにこの2枚の厚みっていうのと、あとゴムを下にミッドソール持ってきてるのはこの最後のアウトソールとの接着性を良くするためだと思いますね。接着は革ゴムよりもゴムゴムの方が接着性がいいので、そういうことだと思います。おそらくソールの厚みが25ミリぐらいになってますね。分厚いです。でこのソールは、あんまり履かれた感じはそんなにないですね。角が結構残ってます。こっちのガンガン履いたダナーに比べると突起の角が結構残っているのが分かると思います。でこっちビブラムソールで黄色いマークついてるんですけど、これビブラムじゃないですけどなんか真似して黄色いのついてますね。つってもこの黄色いペイントずれてますけどねメーカーの名前が書いてありますね。紐はこの登山靴らしく外に金具がついてるタイプで、フックがここに少し一歩下がったところ、そしてここ上に4つついてます。かなりしっかり結べる感じですね。こっちのダナーはフックが2つだけでした。でこういうところもちゃんと登山靴ってこういうふうになってるんですけど、この部分ですね、足首の部分だけえぐってあるんですよね。これ足首がある程度柔軟に動くように硬い一番外の皮をなくしてるっていう部分ですね。登山靴ってソールほぼ曲がらないんですよ。曲がらなくていいんですけど、ガチガチです。ソールの返りとかってないです。7は結構曲がります。普通靴ですね。全然これでもいいんですけど、こうやって全然曲がらないと急な斜面とかにつま先をグッと引っ掛けて、でこの靴のこの剛性だけで耐えられる。もし曲がってしまうと足をグッと力を入れなきゃいけないじゃないですか。それをしなくても急な斜面だったりとか、岩場を登れる。あとはこのソールがめちゃくちゃ硬いんで、この岩を登っていった時の岩からの突き上げ感を足が感じなくて済むんですよね。そういった普通の靴とは違うような作りになってます。なので
この靴で帰りがいいとかっていうのはむしろない方がよくて、フラットフット歩行って言ったかな、確か。歩く時にこういうふうに歩くではなくて、こういうふうに歩く、そんなような歩き方も一応登山用の歩き方をするっていうのもあります。そうすることによって足裏全体で着地することによって滑って転んだり滑落したりするのを防ぐ、そんな歩き方ですよね。でちょっと面白いなと思ったのはこのブーツのシャフトの部分なんですけど、マジックテープついてるんですよね。このタン、すごくクッション性が高いタンが入ってるんですけど、このタンにマジックテープついてて、こっちのシャフトの方にマジックテープついてて、ここ止められるんですよ。だから多分タンが中で動いてどんどん歪んでいかないようにっていうのと、しっかりここ密着させて雨風を靴の中に入ってこないようにするっていうことなんじゃないかなと思います。でサイズがこれ8ハーフ UK8 ハーフなんで、僕のサイズからするとちょっと大きいんですけどいいんですよ。いいんです。このダナーもちょっと大きいのを買って、でもボロボロですけどこのインソールを入れて履いてます。ちょっとこの辺に、サポートのついたようなインソールを入れて履く。さらに登山の時こういった厚手の靴下履くので、少しサイズを大きめで買ってインソール入れて厚手の靴下履いてってやるとちょうどよくなります。でこっちは僕のじゃない、父親が数年前に買ったスカルパ、イタリアですねの登山靴メーカーの最近の現代の登山靴です。現代の登山靴はノルウェージ製法とかやってなくて接着ですね。で、最も防水性接着っていうのは正直言って高いので、ソールがこう巻き上がってるような見た目になってます。革と化学繊維と使ってますね。多分これもねゴアテックスになってると思います。でこれも同じくソールはすごく硬くて曲がらないです。なんかこうシャンクがね全体的に入ってると思いますね。こっちもシャンク全体的に入ってるのかもしれないですけど、もしかしたらこれはソールの硬さだけでいってるのか分かんないですけど、ただこの芯もめちゃくちゃ硬く入ってて、普通のドレスシューズだと芯ってこのかかととつま先に入れるだけなんですけど、もうほぼ全体に芯が入ってます。叩いて分かるように全体が硬いです。こっちの靴、この辺は柔らかいですけど、この下の方はかなり硬くなってますね。ソールを見てもこちら結構近代的なスニーカーみたいなスポーティーなソール、これはどしっと堅牢な登山靴ソールですね。正直ね機能性はこっちの方が全然高いと思います。これ多分ゴアテックスじゃないですし、中普通にライニング革でできてるんで、軽いです。これめちゃくちゃ重いです。なのでその辺をしっかり見てみたいなと思って測りを持ってきましたので、まずはですね参考にドレスシューズどんなものなのかということなんですが、革の使うものだったりソールの作りによって重さは多少変わるんですけど 535g です。これで 500g ちょっとですね。次にダナーはいくらか。これは 736g ですね。やっぱりちょっと重いですね。ブーツでっていうのもありますし、ソールが分厚くなってるっていうのもありますし、重くなってます。そしてこのスカルパの現代の登山靴、これ 769g です。なのでダナーと同じぐらいですね。そして最後にこのハンワークいくらでしょうという1210g ですね。すごいですね。倍まではないですけどすごく重いです。これ 500g なんで2倍以上ですね。すごく重いですが、これ実際にの靴が重いかと履いて重いかってまたちょっと別の話だったりもするので、今から履きたいと思います。よいしょ。
石臼を履く感覚に近いですね。すごくよく締まりますね。で今回登山靴今紹介しているのは、もちろん買ったからなんですけど、ちょっと先に履いておきたいんですね、山に行く前に。というのは、靴ずれしないかどうかっていうのはもちろんそうなんですけど、これは正直ね靴ずれはしないと思います。履いた時に分かるんで。何を確かめるかというと、素材の劣化ですね。特にソールの部分、結構ソール自体はこの合成ゴムってその劣化あんまりしないんで加水分解とかしないんですけど、接着剤がね劣化するんですよね。だから古い登山靴を買ってそのまますぐ山行っちゃうとすぐソール剥がれたりするんですよ。それ危険なので、危険だし困っちゃうので、ある程度ちょっと近場を歩いておいて、もし糊が劣化しているなら先に剥がして、接着し直して山に行きたいです。というわけで、山行く前にちょっと歩く必要があります。よし。いや硬いですね。硬い。全然曲がらないです。ただですね、重さはね正直そんなに感じないです。重いは重いんですけど、ちゃんと足に一体化しているので、そんな重くないですね。もしかしたらすっごい疲れてきたらこの重さっていうのがしんどくなってくるかもしれないですけど、例えばこういうものが岩だったとしてこう登るじゃないですか。もしソールが柔らかいとここでちょっと踏ん張らなきゃいけなかったりする。逆にね踏ん張れる足で掴めるっていうのはそれはそれでいいかもしれないですけどね。そういうのが長く続くと疲れるので、こういった外の影響を受けにくい硬いソールっていうのが結構大事ですね。でもやっぱりダナーに結構慣れてたんで、足首がしっかり掴まれてるようなのは逆に今は違和感ですね。慣れですね。まずはこれでこんちゃんの散歩行ってソール剥がれないかとか確かめて、大丈夫であればこのまま登山に行きたいと思います。多分一回山登ったら今結構黒くて綺麗ですけどボロボロになると思うので、ケアも動画にできたらやりたいと思います。それではまた。